皆さんこんにちは、ガジログです。今回はこちらになります。Xiaomi から出ました Redmi Watch 3 Active というスマートウォッチをご紹介したいと思います。こちらは7月の下旬に発売されたばかりの新製品になっているんですけども、めちゃめちゃ安いんですね。私が購入した時点にはなりますが、なんと4990円と激安になっています。この感じでいきますと、もっともっとね、安くなりそうだなという気配はありますね。ということで、この後に主なスペックのご紹介、そして開封し、しばらく使った上でのファーストインプレッションをお届けしたいと思います。それでは早速本日も行ってみましょう。ということでね、ざっと主なスペックをご紹介したいと思います。Redmi Watch 3 Active ということで、以前出ていました Redmi Watch 3と同等ではなく、廉価版のモデルになっています。どんな違いがあるのか、今ね、こちら Amazon にありました表を表示させていただいています。この表で見ますと、まずディスプレイのサイズが、この Active に関しましては 1.83 インチとなっていて、Redmi Watch 3のね、上位モデルよりも、ちょっとね、一回り大きめになっています。そして重量になりますが、ストラップを含めまして 41.67g となっています。そしてスポーツモードになりますけども、100種類使うことができます。Redmi Watch 3は120種類になっていますね。そして文字盤の種類はどちらも200種類ということで、ソフトウェア関連は削ぎ落としているものはありませんでした。またバッテリー持ちですね。こちらは最大12日間ということになっています。このあたりは上位モデルの Redmi Watch 3以前レビューしているんですけども、実際のところはもう少し短かったかなという気はします。そしてこのお値段にしてなんと Bluetooth 通話に対応しています。ここにもね出ていますけど、ですのでスマートフォンにかかってきた電話がこちらの方にも通知が来て通話する機能がついています。この腕元で相手と通話することができますので、未来感があるような感じで通話することができます。そしてついていない機能になりますが、 Amazon の音声アシスタントですね、あれには対応していません。 Redmi Watch 3は対応しています。そして GPS も非搭載となっています。その他のヘルスケア関連になりますが、血中酸素測定 SPO2 ですね、そして心拍数の測定、睡眠モニタリング、そのあたりの測定に関してはしっかり対応しています。ということで、主な機能をざっとご紹介しましたけども、この後に実際に開封し質感など含めまして見てみたいと思います。出てきましたね。ということでパッケージ内容になりますけども、まず本体ですね。そして USB-A の専用の充電ケーブルも同梱されています。加えてユーザーマニュアルも同梱されています。製品の各名称について書いてありますね。また気になるところとしましては、電池の容量ですけども、こちらに出ていますね。289mAh と出ていました。容量としましては、スマートバンドよりも多く、1万円以上のスマートウォッチ系からするとちょっと少なめっていう感じですね。そして Bluetooth の規格は 5.3 に対応しています。最新規格ですね。今回はブラックを購入しましたけども、いやめちゃめちゃこの黒光りというかね、ガンメタという感じでしょうか。すごい高級感があります。ちょっと外観の方をね見ていきたいと思います。このサイドボタンがまずついていますね。やっぱりこのサイドボタンがありますとめちゃめちゃ便利だなと思います。そしてこのねマイク穴もついていますので Bluetooth 通話に対応しています。で反対側には何もボタン類はありません。そしてこのね下の隙間がありますけども、スピーカーじゃないかなと思われます。そしてね、この上部から見たところ、また下部から見たところですね。本当に黒光りしていまして、かっこいいですね。とても5000円ほどのお値段とはちょっと思えないような質感になっています。そしてこのバンドになりますか、シリコンバンドですね。このようにもうすでに形状が決まってしまっています。ということでね、このシリコンバンド、ちょっとね、気持ち固めのものになりますね。そして背面にありますこの辺は心拍センサーになっています。そして充電端子がついていますね。そして素材はプラスチックということで、やっぱり高級感はね、裏面から見てしまうとあんまりないような感じはします。ではちょっとバンドをね、外してみたいと思います。バンドをね、今外してみましたけども、クイックリリースのこの部分をスライドさせてしまえば簡単に外すことができました。ちなみにこの専用と思われていましたけど、測ってみますとね、このバンド幅が 22mm になっています。でしかもこのピンのタイプですので、サードパーティー製の 22mm 幅のものが使える可能性がありますね。今ねちょっと試してみたんですけども、なんと 22mm 幅の交換バンド、こちらはサードパーティー製のナイロンループのバンドになりますけど、くっついてしまいました。ということで決して専用のものではなく 22mm 幅の
こういったね、クリックリリースタイプになっていましたので、いきなり交換することは可能です。ということで、純正バンドを腕に装着する前に、なんとサードパーティー製のものからまずつけてしまいましたけども、これはこれですごく装着感がいいと思います。ということでね、今純正に戻しましたけど、いやー結構ね、フィットしますね。腕の形状にやっぱりぴったり馴染むような形になっていまして、私の場合腕周り15センチほどになっているんですけど、今ぴったりでこちらの穴が上から3つ目になっています。そして隙間がもうほぼほぼありませんね。運動するときなんかね、こんな感じがいいんじゃないかなということですね。これからね、電源を入れて初期設定をしていきたいと思います。というわけでね、今ペアリングが終わって初期設定もざっとやってみたんですけども、なかなかね、挙動いいですね。ではこれからですね、しばらく使ってみた腕のファーストインプレッションということで、この後お届けしたいと思います。というわけで、ここからファーストインプレッションをお届けしたいと思います。いろいろね、良かった点あったんですけども、その中で5つの点についてご紹介していきたいと思います。そのうちのまず一つ目になります。それは動作感になります。この5000円クラスのものであっても非常にね、サクサクと動いてくれました。スクロールしてみたいと思います。こんな感じで表示できますけどもいかがでしょうか。そしてサイドボタンを押してみますと、もうクイックにね、起動してきてくれますし、このように非常に滑らかな動きになっています。指の動きにしっかりと追従してきてくれますね。そして他のメニューを表示しますと、上から下で通知、下から上でコントロールパネルになりますけども、本当にね、動作に関しまして申し分のない動きになってるなと思います。非常にサクサクでスムーズで滑らかになっています。ですので、どんな機能であっても非常に快適に動作してくれますので、もたつき感というのはほぼほぼ感じることはありませんでした。安心してね、快適に使うことができるんじゃないかなと思います。では次の良かった点になりますが、意外にもバイブが強かったということですね。これ結構ね、コメント欄でバイブの強さについて、バイブが強いのか、もしくは弱いのかですね、腕に装着して歩いている時でも気づきますかとかね、そういった質問いただくんですけど、このモデルはめちゃめちゃ強烈にバイブ強いです。というか強すぎてしまって、このボディがですね、共振してしまうぐらいバイブが強いなと思いました。この設定項目の中にサウンドとバイブレーションってあります。そしてこの中にね、バイブレーションっていうのがありまして、標準もしくは強いですね。この2つから選ぶことができます。ちなみに今標準にしてあるんですが、これでも十分な強さがあります。ではバイブがどれぐらい強いのか、今標準になっていますけども、強いにしてみたいと思います。標準にしますと、その波長がちょっと短くなりますけど、強いにすると震えてる時間が若干長くなってます。ではね、今タイマー設定してみましたけども、こんな感じになります。ボディ触ってみますと、めちゃめちゃ震えてるのがわかりますね。弱い。強い。はい、強い。こんな感じで音でも違いがわかるんじゃないでしょうか。ということで、バイブの強さが申し分ないぐらい強い、強烈なものであるってことが非常に良かったなと思います。ただこれ以上逆に弱めることができませんので、ちょっとね、うるさいっていう方も中にはいらっしゃるかもしれませんね。では次に良かった点になりますけども、それはバッテリーの持ちが意外と良かったという点になります。ちなみにスペック値では12日間ほど持つということになっていますけど、実際のところバッテリー満充電している状態から 0% バッテリー切れするところまで実際に計測してみましたので、どれぐらいの推移でバッテリーが減っていくのか、そしてトータルで何日間持ったのか、私自身の使い方にはなりますが、その結果の方をね、今からお見せしたいと思います。まず初日ね、18時に 100% の状態から計測をスタートしました。そして1日経ったところですね、24時間後になりますけれども、残量が 93% ということで、前日差が 7% なんですね。ということでバッテリー消費が非常に少ないなと思いましたね。この24時間の間に実は屋内サイクリングを30分間行っています。最近はね、ちょっと日中日差しも強くて暑いので、屋外ウォーキングはあんまりできてないんですね。こういったことも含めまして、本当にリアルな忖度なくね、計測したデータになっています。そして24時間またね、経ったところになりますが、2日目のところですね、残量が 83% で、前日差はここは 10% と減りました。この部分も屋内サイクリングが30分
となっています。こうしてずっとね、今続けてみましたが、4日目のところでようやく1時間屋外ウォーキングをしました。めちゃめちゃ暑かったんですけども、バッテリー残量は 55% になりまして、前日差は屋外ウォーキングをしたその日 17% 減ということで、この辺はどういうアルゴリズムかはわかりませんけども、ちょっとね、大きめだったなと思います。そしてずっとね、計測続けていましたが、最後7日目なりました。午前10時50分ですね。残量が 0% になって、こちらはね、画面が消灯しました。前日差はなんと最終日 25% も減っています。ちょっとここ興味深いところではありますが、6日目の前日差もそうなんですけど、20% も1日で減っていまして、最終日はなんと 25% も減っていて、つまり2日弱の間に 45% も減っているんですね。ということは、バッテリーの減りの前半は結構減りがゆっくりなのかなという感じですね。そして 50% を切ってからは結構な速さで減っていくと。こういったバッテリー管理されているんじゃないかなというふうに個人的には思っていますが、この辺はね、Xiaomi さんがどういうふうに設計しているかっていうことにもよりますけど、その辺はね、全く定かではありません。ということで、計測結果は7日弱という結果になりました。1日あたりの消費はだいたい 12.5% ほどになりました。この数値を見ましていかがでしょうか。結果としては1週間弱ということになりますので、バッテリー持ちに関しましては、これぐらい持てばね、十分じゃないかなと今は思うんですけども、スペック値では12日間ほど持つということを考えると、若干早いっていうのもありますけど、結論としてね、1週間持てばいいかなというふうには個人的には思っています。これがね、3日とか4日でしたら、これはちょっと気になる点の方になると思いますけどね、1週間弱持てば十分じゃないかなと思ったので、良かった点の方に入れています。そして次の良かった点になりますが、これは歩数計の精度ですね。これはね、思いのほか良かったなと思いました。今ね、お見せしていますこの表になりますが、この黄色の部分ですね、人力計測と出ています。これは私自身が1キロを1歩、2歩、3歩、4歩とね、アナログで計測した数値になっています。1キロで1362歩とカウントしました。そして、その左側の歩数センサーというのは、Redmi Watch 3 Active が計測してくれた1キロで1357歩をカウントした数値になっています。誤差は 0.4% となっています。0.4% というと、これまでにいろんなスマートウォッチやスマートバンドを計測してきた中で、1キロでの誤差にはなりますが、だいたいこのぐらいの誤差っていうのが平均的な数値となっていますので、決してね、劣っているわけでもなく、超高性能っていうわけでもないですね。高価格帯のスマートウォッチだとしても、だいたい 0.5% から 0.3% とかね、そのぐらいが多いんですよね。というわけで、平均的な歩数計精度を持っているということで、いわゆる昔ながらのマンポップ系とかではなく、こういったスマートウォッチ形状で歩数計として使うっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、その時の歩数データをカウントしたものになりますが、このアクティビティっていうところにウォーキングですね、ここ開きますと、1キロで12分13秒かかったと。そしてこれね、1.06 キロとありますけど、実際に歩いた部分は、ここからここまで1キロっていうところになります。そして歩数が1357歩とカウントされています。こういったデータがアクティビティデータとして記録されていましてね、後々見るのも面白いですね。ということでね、歩数計精度はなかなか良好だったということも良かった点の一つに挙げています。というわけで、いくつかね、ある中で良かったなっていう点の最後の点になります。それはこのサイドボタンがあることですね。5000円弱のモデルにこのサイドボタンがついていて、操作性が非常にいいっていうのは際立ってるかなと思います。実はですね、この中身に関しまして言うと、ほぼ Xiaomi スマートバンド7とか、まだ日本では出ていませんが、Xiaomi スマートバンド8とかですね、このメニュー系統のデザインですね。この辺がまるっきり同じになっています。そしてそれらのモデルは実は画面でしかスワイプして操作することができなくなっています。それプラスですね、この Redmi Watch 3 Active はこの物理ボタンをしっかり用意してくれていますので、このホームに戻るときにワンタップでこのようにね、戻ることができますし、このようなビジェットを貼り付けている状態の時でもワンタップで戻ることもできます。ですので奥深い階層にこういった入った時にワンタップで戻れるっていうのは本当に便利極まっていますね。こういった意味でこの価格帯にこのサイドボタンがあるっていうのは本当に使い勝手がかなり向上していると思います。というわけでね、ちょっと良かった点の方に含めさせていただいています。
ここからはですね、ちょっと気になった点もありましたので、その点をいくつかご紹介したいと思います。まず一つ目になりますけど、それはこの文字盤に関してなんですが、いくつか最初からデフォルトで文字盤がね、入っているものもありますし、追加して入れたものももうすでに入っています。これもそうですし、こちらもそうですね。追加して入れたものになります。しかしながら、ゴミ箱マークのところですね。見ていただきますと、こちらもそうですし、この部分もありませんね。何か欠けているものがあるんですね。鉛筆マークみたいなものやギアのマークのものがあって、そこをタップすると、この文字盤をね、カスタマイズする機能が、ここは欠けています。今私がインストールした文字盤に関しては、全部出てこないんですね。例えばですね、できる機種になりますと、こういった今、ステップとかカロリーとかね、バッテリー表示のこの項目を天気に変えたりとか、もしくは心拍数の表示に変えるとか、そういったカスタマイズができるモデルもあります。このモデルに関しましては、一切そういったカスタマイズができなくて、もう決め打ちのこういった文字盤をそのまま使うっていうだけになっていますね。この辺はですね、やはりお値段相応の部分になっているかもしれませんし、あえてそういった機能を省くことによって、ちょっとね、コスト削減しているのかなっていう感じはしてしまいます。ただね、この文字盤だったらできるよっていうものがもしありましたらね、ぜひ教えていただければと思います。そして次に、ここが気になった点になりますけど、それはね、ちょっと相変わらずかもしれませんが、スマートアラームの機能がなかったという点になります。ここ最近スマートアラームっていうのは非常に人気のある機能の一つだと思いますけども、Redmi Watch 3 Active には搭載されていませんでした。アラームの設定に関しましてはね、ここのサイドボタンを押しますと一覧が出てきたところに、ここにね、入っています。このプラスボタンですね、ここをタップして、6時にセットアップしてみたいと思います。そしてこの項目他の部分見ていただきますと1回のみのところですね、もしくは毎日、そしてカスタムと自分の必要な曜日だけ設定する機能がついています。これだけしか項目としてはないんですよね。ということでスマートアラーム機能が一切ついていませんでしたので、その決めた時間のみ振動するということになります。そもそもね、スマートアラーム機能って何っていうことなんですけども、例えばこの6時にセットアップした際に、もし眠りの浅いタイミングがそれよりも30分前の間にあれば、眠りの浅いタイミングを見計らって起こしてくれると。Redmi Watch 3 Active には搭載されていませんでしたので、それを期待して購入するっていう方ね、もしいましたらね、そこはご注意ください。そして日常使いをして気になった点になります。それはですね、このように設定でもうタイマーがすぐ使える状態にしてあるんですけども、例えば分かりやすくね、1分で今設定しました。このように簡単にね、タイマーにアクセスできること自体はすごくいいなと思います。ただですね、この状態から例えば他の機能を使いたい場合、サイドボタンでね、ホームに戻れますよと先ほどお伝えしましたけど、押します。そうしますとね、バックグラウンドで実行できません。終了しますかっていうふうに出てきてしまいます。つまり、マルチタスク機能がついていませんので、もう単独でしかタイマーは起動できないということになります。ですので、ホームボタンを押してしまうと終了するしかありませんということで、残念ながらね、バックグラウンドに持っていって他の機能を使うっていうことができなくなってしまいました。このあたりはね、やっぱりお値段相応の機能だなと思ってしまいました。バイブの振動はね、すごい強いですね。というわけで今回 Xiaomi の Redmi Watch 3 Active というコスパ感満載のスマートウォッチをご紹介しましたけども、いかがだったでしょうか。今ね、スマートウォッチと言いましたけど、実はね、いろいろ使っていく中で思ったんですが、中身はほぼほぼスマートバンドかなという風なイメージを今持っています。これはですね、見た目はもうほぼスマートウォッチになっているので、なかなかね、中身がスマートバンドライクっていう風に思うの難しいんですけど、実際使ってみるとそんな感じになっていますね。先ほどのタイマーの部分もバックグラウンドに行けない部分とかもそうですし、こういった見た目に反しまして GPS は搭載されていないとかもね、そういった部分はやっぱりスマートバンドライクかなと思います。ただね、ご紹介していませんが、マイクもついていて Bluetooth 通話に対応しているというところがね、一歩ちょっと違うところではありますけども、個人的にはね、着信が来たらすぐね、スマートフォンの方で受けてしまいますので、なかなか Bluetooth 通話使う機会がありませんけど、一応ついていますので、この機能欲しかったという方にとってもね、この辺はいいんじゃないかなと思います。そしてさらにね、このディスプレイがやっぱ大きいっていうのがスマートバンドよりも一歩上を行っているなと思います。ただ AMOLED ディスプレイではありませんので、画面のね、視認性っていうのはこういった角度を変えた時にやっぱり暗くなってしまうなっていうのを
感じます。ただ正面から見る分には非常に明るくて発色のいいディスプレイになっています。しかしながら輝度を最大にして屋外で見た時にはやっぱりね、アモレットディスプレイよりは暗くなってしまいますので、手をかざさないと屋外では見にくいなっていうのも感じています。この辺はね、明るさの自動調整がついてくれたらなおいいんですけども、やっぱりね、5000円弱というお値段ですので、その辺をね、要求するのは厳しいのかなと思います。ということでね、これからスマートウォッチどれがいいかなと思っている方にとっては、まずね、価格もお手頃になっているのもありますが、必要な機能はほぼほぼ入っています。先ほどお伝えしたように GPS はついていませんけど、それ以外では結構充実していますので、まずここからスタートしてみるっていうのもいいかもしれませんね。というわけで、Redmi Watch 3 Active 気になった方は概要欄にリンク貼ってありますので、そちらの方から詳細をご覧いただければと思います。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。